い。ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。サインツはフェラーリのナンバーワンになれるのか。イタリアのメディアはフェラーリに新しいナンバーワンドライバーが誕生したのではないかと公言している。カルロス・サインツは夏休み以降フェラーリの人気ドライバーであるシャルル・ルクレールよりも競争力があるように見える。モンツァとシンガポールで連続してポールポジションを獲得し、日曜日にはキャリア2勝目を挙げた。しかしそれは彼がシャルル・ルクレールにとって変わったという意味ではない。フェラーリには明確なナンバーワンはいない。私の意見では2人のドライバーは対等な関係にあると元 F1 ドライバーのキモ・グロックはスカイドイツに語った。サインツがシンガポールで見せたスピードと戦略的インテリジェンス、そして自信はイタリアのメディアで最も尊敬されている人物たちに序列の入れ替わりが実際に起こったのかどうか疑問を投げかけている。レオ・プリーニはスカイイタリアにこう語っている。フェラーリは2人のキャプテンを抱えるという予想外の状況に陥っている。以前はルクレールがリーダーだったが今はサインツが序列を上げた。ガゼッタ・デロ・スポルトのジュスト・フェロナート記者も同意する。ポールポジションを獲得したことでルクレールとの内部覇権争いという論争が正式に始まった。シンガポールの後カルロスが序列を覆したのは事実なのだろうか。ガゼッタ・デロ・スポルトのルイジ・ペルナは言う。サインツは完璧だった。1981年の原までのジル・ビルヌーブのようにね。彼はニキ・ラウダのように知的でアラン・プロストのように賢い。これまでサインツは堅実で頼もしいドライバーだった。シンガポール以降彼はチャンピオンになった。彼はゲームを変えハミルトンやアロンソのような特別なことができるドライバーの仲間入りを果たした。フットスポルトの社説はこう続ける。なぜサインツがリーダーになったのか。シンガポールがターニングポイントだったのだろうか。我々が見たのはプロストのようなコンピュータードライバーみたいな戦術的天才でありながらスペイン人らしい情熱を持っている姿だった。ジョルジョ・テッルッツィはコリエレ・デラッツェラにこう書いている。彼は恋をしているようで目が輝いている。リーダーとしての自信に満ちている。この見事なパフォーマンスで何が変わったのだろうか。サインツがフェラーリのナンバーワンになるのか、ルクレールがナンバーワンになるのか、それとも対等な関係のままになるのか。さらに最近の情報をもとに考察してみよう。最近不調気味のルクレールに対してはルクレールはフェラーリでのプレッシャーに苦しんでいるのかもしれないと2度の F1 ワールドチャンピオンに輝いたエマーソン・フィッティパルディが話している。70年代前半にロータスとマクラーレンでタイトルを獲得したエマーソン・フィッティパルディはルクレール自身がワールドチャンピオンを目指していることがチームメイトのカルロス・サインツをよりよく見せていると考えている。ルクレールはサインツよりも大きなプレッシャーにさらされている。そのプレッシャーは内面から来るものだ。ルクレールはパフォーマンスを発揮し結果を出したいと思っているようだがチームはそれを達成できていない。レースを完走することに関してはルクレールよりもカルロス・サインツの方が安定しているようだ。それはシャルルにとってより大きなプレッシャーになるだろう。チームメイトがそこにいて結果を出している。チームメイトが同じようなマシンを持つようになればそれがプレッシャーになる。精神的に強くないと物事が難しくなる。またルクレールは同僚のカルロスに優しすぎるとニコ・ロズベルグは語っている。2016年ワールドチャンピオンのニコ・ロズベルグは先週末のモンツァで表彰台をめぐるホイール2ホイールのバトルの後ルクレールがスペイン人のサインツに優しすぎると思ったと語っている。こんなに素敵な戦いができてなんて素晴らしい日なんだ。カルロスとビールを飲んで笑い合おうと思っているんだ。ちょっと奇妙だね。フィッティパルディも
ルクレールが本来の目標を見失いつつあることに同意している。シャルル・ルクレールはもっと集中する必要があるね。ドライバーがそういうことを始めたら、それは彼自身にとって最悪なことだ。彼に才能があることは分かっているけれど、もっとリラックスする必要がある。もっと楽になればパフォーマンスも上がるし、ミスも減るだろう。自分にプレッシャーをかけすぎるアスリートは誰もがうまくいかないものだ。やりすぎは良くない。もしやりすぎているのならそれは良くないことだし、もしやりすぎていないのならパフォーマンスを発揮できていないことになる。アスリートにはパフォーマンスの領域があり、私にとっては彼はそれを超え、彼の驚異的な才能を正当に評価できないミスを犯している。ルクレールはその領域の中に身を置く必要がある。言うは安く、行うは形であることは分かっている。ルクレールはワールドチャンピオンを目指すと語っているものの、それがプレッシャーとなってしまっているようだ。サインツの方がリラックスして取り組んで結果が出ているように見える。カルロス・サインツがフェラーリとの契約延長を主張する一方で、チームメイトのシャルル・ルクレールは2023年に向けて苦戦を強いられている。レッドブルがシンガポールで苦戦する中、スペイン人のサインツはモンツァで際立ったパフォーマンスを発揮し、堅実かつスマートにキャリア2勝目を飾った。同時に2025年までの契約を早急にまとめるよう働きかけている。彼は少しずつステップアップしてきたと語った。その結果、夏休み明けから明らかな前進を見せた。夏休みにはリラックスしたり、エンジニアと会ってうまくいったこと、うまくいっていないことを見直したりする時間があるんだ。だからこそここ数戦はおそらく一歩前進できたと思うし、今の目標はシーズン終了まで、そしてできれば来年まで、より競争力のあるマシンでこの状態を維持することだとサインツは説明した。その一方で、以前はフェラーリの本命と見られていたルクレールは苦戦している。中断明けの再開以降、マシンに少し苦戦しているんだ。アンダーステアがかなり出ている。コース上で車が何をしようとしているのかを予測するのはとても難しくて、それによってマシンへの自信を失ってしまうんだ。フェラーリのチームボスであるフレデリック・バスールは、29歳のサインツが夏休み以降に解き放たれたように見えると認めている。ここでのカルロスの走りには驚いていない。ここシンガポールでは彼は全てのセッションでベストを尽くしていた。最後の10周をこれほど巧みにこなしたドライバーはいないと思う。2023年シーズンが進むにつれて、サインツが着実に良くなっていることはないかと尋ねられると、バスールはこう答えた。週末に向けた精神的な準備もそうだが、大きな違いは1周目からプラクティスの1回目から走れていることだ。それはとても助けになる。我々はアプローチの細かい部分について話しているんだ。ルクレールはワールドチャンピオンの夢を語りチームの士気を上げてきたが、結果が伴わず伸び悩んでいる。一方、サインツは夏休み中もエンジニアと話すことでレースに備え準備してきた。最近はフリー走行1回目からしっかりと走れているという充実ぶり。どちらのドライバーがリーダーにふさわしいのだろうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。